なんか乗り越えたような、なんか大きなものを乗り越えたような、なんか心の面でもすごく成長できたかなっていうふうにはやっぱ思ってますね。今あの国のアリスでアリス役を演じました山崎賢人です。アリスとの旅を振り返ることで皆さんにこの作品をより深く味わっていただけたら嬉しいです。まだシーズン3をご覧になってない方はぜひ Netflix でアリスの新たな冒険を見届けてください。どっか知らねえ国でも生きてえよな。そうですね、一番最初に、この今あの国のアリスという作品をNetflix で日本で初めてすごいクオリティのものを世界に届けるっていう話を聞いた時はやっぱすごくワクワクしましたし、そのね主人公であるアリスを演じるっていうのはでもその原作を読ませていただいて、いわゆるデスゲームっていうジャンルだったんですけど、でもどんどん内容を読んでいくとその人間のすごく深い部分までの心の葛藤だったり生きるっていうことをすごく考えさせられたり、そういう部分もあるのがすごい面白いなと思って、とにかくワクワクしながら撮影に挑もうと思いました。それも悪くねえか。あ？なんかワクワクしねえ。そもそも今あの国っていうものに来た人間っていうのはどうなるんだろうっていうのを監督と一緒に細かく話し合いながら一つ一つ撮影していく作業はすごく楽しかったですし、でもその分ゲームの内容っていうのはやっぱり生きるか死ぬかっていう結構残酷な内容だったりするので、その中での集中力だったりそういう心を作っていくのも大変だったんですけど、でもやっぱ一個一個のゲームがやっぱすごい印象に残るものが多いですね。シーズン1の最初のゲームは生きるか死ぬかっていう、それこそ漫画にはないオリジナルのシーンだったので、そこを一緒にみんなで話し合いながら、キャストスタッフみんなで話し合いながら作っていくのもすごい楽しかったですね。でそこからは原作にもあるシーンが続いていったので、原作をヒントにしながら一個一個みんなで丁寧に撮影していったんですけど、本当にみんなキャストは仲良くて、撮影現場でみんなと会えるのはすごい嬉しかったですし、内容としてはすごくシリアスだったり大変な、シーンが多かったんですけど、撮影現場はすごく和気あいあいと仲良くいい雰囲気で現場だったので、すごい楽しかったですね。そうですね、アリスは最初は生きる意味みたいなものを見出せてなかったり、普段の日常に納得いかないで生きてたんですけど、今の国で実はすごく周りに生かされてたんだっていう友達がいてっていうことに気づかされて、でそこから丁寧に生きるっていうことをやっていくキャラクターですし、みんなに生かしてもらった分ウサギだったりみんなのことを守っていきたいって思うような強い男に成長してって、自分の力だけじゃなくてみんなに生かされてるんだっていうことをすごく感じながらアリスは演じてたんですけど、シーズン3でもそれは変わらなくて、やっぱりシーズン1シーズン2といろんなゲームを乗り越えてきたからこその強さがあるアリスっていうのを出せたらなと思ってたんですけど、最初はその現実の世界から始まるので、でも今回はそのウサギが最初に今の国に行ってしまうので、そのウサギを追いかけてウサギを取り戻すっていう明確な目的があったので、そこは意識してしっかりとウサギを現実に戻せるようにというか、そういう部分も意識してやりましたね。死んでも構わない。ウサギを救える可能性があるならそっちを選びたい。
アリスという人物を演じ終えまして、なんか自分自身もすごくなんか乗り越えたような、なんか大きなものを乗り越えたような、なんか心の面でも体力的にもすごく成長できたかなっていうふうにはやっぱ思ってますね。やっぱなんかアリスだったり他のキャラクターたちのやっぱこう成長がこう見えるのがいいですよね。この今の国のアリスの魅力かなとやっぱ思いますね。やっぱあとはねセットがすごいですよね。本当にずっとそうなんですけど、まず渋谷のね無人の渋谷をねセットで作ってますからね。だから本当に今まで見たことない映像だと思うんですよね。木々が生い茂ってしまった渋谷だったり、そういうものも今の国のアリスでしか見れないと思うので、そしてキャラクターがね今回本当にシーズン1シーズン2からもう各キャラクター魅力的だと思うんですけど、今回の新たなキャラクターたちもみんなそれぞれなんか人間味があって、普段のこう何気ない会話が日常会話みたいなものもなんか垣間見えて、なんかそういうちょっと緩い雰囲気のキャラクターたちの会話も今回シーズン3ではすごく好きな部分なので、そこもね見どころで楽しんでもらえたらなと。See you on Netflix!